皆さんこんにちは。ここは根津駅です。改札を出た先に根津神社という文字と矢印が書いてあります。ここにも書いてあります。こことここには根津神社最寄りと書いてあります。最寄りというのは最も近い、つまり一番近いという意味です。この階段から出るのが根津神社に一番近いということです。階段を出てすぐ左にある細い道に行きます。今日の動画ではまず根津神社に行きます。そしてそこから谷中銀座まで歩きます。観光客の人たちに人気のエリアです。ぜひ最後まで楽しんでみてください。この車の止め方、すごくないですか？ドアまでかなりギリギリです。神社の鳥居が見えてきました。根津神社です。この神社は千本鳥居とツツジが有名です。左にあるのがツツジです。少し咲いてきていました。では、ここを通ります。もう一つ門があります。門の下の高くなっているところを敷居と言います。敷居は踏んではいけません。この先は撮影禁止です。お参りをし終わったので千本鳥居に行きます。人が少し並んでいるこの先のようです。ここはいい撮影スポットですね。ここは混んでない時に来たいですね。千本鳥居と言いますが、実際は千本はないようです。では、ここを通っている間に私のコースの説明をします。I have a subscription course where you can learn Japanese pronunciation, rhythm, pitch, accent, and intonation. I truly believe this knowledge will transform the way you speak and help you sound the way Japanese is meant to sound. Every month, I also host a pronunciation challenge. Join the course and you can take part in these challenges and get direct video feedback from me personally. I see real improvement in the people who participate.If you're serious about improving your pronunciation, check out the course. The link is in the description. それからチャンネルメンバーシップもやっています。入っていただくと、例えばこの動画の PDF がダウンロードできます。一つ上のプランでは特別なエピソードが見れます。ぜひ入ってみてください。鳥居に奉納と書いてあります。奉納というのは神様や仏様への感謝の気持ちを込めて神社やお寺に何かを贈ることです。お願い事があるとき、またお願い事が叶ったときに贈ります。なのでこれらの鳥居は会社や個人が贈ったものです。名前と日付が書いてあります。最初の入り口の方の鳥居には反対側に名前が書いてありました。神社の中に別の神社が入っていることはよくあります。ここも別の神社です。風車で何かをしている人がいました。願掛け、つまりお願い事をした後、ここに奉納します。願掛けをするときは
息を風車に吹きかけてするんだそうです。今度行ったらやってみます。根津神社の次は谷中銀座に向かいます。神社に入るときと出るときに礼をする人も多いです。私も礼をします。しばらく歩いていたら、また根津神社の入り口がありました。入り口が何箇所もあるみたいです。根津神社からちょっと行った先に、謎屋コーヒー店という喫茶店がありました。謎というのはミステリーのことです。入ってみることにしました。こんにちは。はい。はい。少し低くなっている席に行くことにしました。このお店では食べ物と飲み物を注文すると謎解きの問題を一つつけてくれるそうです。謎解きというのはちょっとしたゲームのようなもので、暗号やパズルを解いたり物語の謎を解いたりするものです。ただこの時は疲れていたので謎解きはしないことにしました。エラリー・クイーンズ・アメリカン・ブレンドやエルキュール・ポアロズ・マイルド・ブレンドなどミステリーが好きな人にはとても魅力的なメニューです。後で知ったんですが、このお店の本店は金沢にあります。その金沢の店長さんが書いた本がお店で売っていました。それを買って帰りの電車で読みました。謎屋コーヒー店21番目の挑戦。サイン本と書いてあります。これがサインです。このお話は金沢の本店が舞台となっています。金沢に行ったらぜひ行ってみたいと思います。その時は食べ物と飲み物を頼んで謎解きに挑戦したいと思います。ゆっくり休めたので次の目的地谷中銀座に向かいます。この辺は屋根線と呼ばれるエリアです。やが谷中のや、ねが根津のね、線は千駄木の線です。1984年に3人の女性が谷中根津千駄木という名前の雑誌を作りました。その雑誌はタイトルの地名の一文字ずつを取って屋根線と呼ばれました。そこからこのエリアも屋根線と呼ばれるようになったそうです。その雑誌は2009年に廃刊になりました。廃刊というのは雑誌などをそれ以上出さなくなることです。でもそれまで94号出たそうです。ここを曲がります。大通りに比べて急に細い道になります。旗を持った人が歩いています。何かと思ったら観光客の団体さんでした。さっきの細い道を曲がった途端に急に人が増えてびっくりしました。谷中銀座と書いてあります。この通りが谷中銀座です。グルテンフリーのクレープ屋さんがありました。
食べながら歩いている子がいます。ここでは食べ歩きが楽しめます。この木のスプーンを買うことにしました。お店の中に入ります。すいません、これを4つ。紙で包んでくれます。200円か。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。食器や箸などが売っていました。ここでは着物を売っています。550円なのでとても安いです。帯もとても安いです。美味しそうなモンブランのソフトクリームを発見しました。じゃあそのおいくりバージョンで、はい、一つ。はい。食べ物でおいなんとかというのはそれを追加するということです。おいぐりは栗を追加するという意味です。ペイペイで、はい、こちらですか、お願いします。はい。じゃあこれで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来ました。栗の味がしっかりしてものすごく美味しかったです。人生で一番美味しいソフトクリームだったかもしれません。ソフトクリーム屋さんの向かいのお店に人が少し並んでいます。メンチカツを買っているようでした。食べ終わった入れ物はお店の人に捨ててもらいました。すいません、ゴミ大丈夫です。ありがとうございます。では、向かいのお店でメンチカツを買います。いろんな人のサインがあります。有名なお店なんですね。この谷中メンチというのを頼んでみることにします。1個250円ですね。はい。はい、谷中メンチを1つください。食べますか。何ですか？食べますか。食べるよね。はい。はい。250円。はい。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。食べますかと袋に入らないってことか。さっきの食べますかは今食べますかという意味だったようです。今すぐ食べるから袋はいらないということだったんだと思います。ここはお餅のお店です。美味しそうです。次はお腹が空いている時に行きたいと思います。この日はお昼にたくさん食べたので、この時まだお腹がいっぱいでした。ランプのお店です。綺麗ですね。ここのお店ではランプを作る体験もできるそうです。いつか作ってみたいです。こちらはアクセサリーのお店です。この辺閉まっているお店が多いですね。平日だったので定休日だったのかもしれません。こちらは日本酒のお店です。昔からあるようなお店と新しいお店が混ざっています。このシャッターの絵、いいですね。本屋さんもありました。昔からありそうな本屋さんですね。そろそろ商店街も終わりです。目の前の階段は夕焼け段々という有名な階段です。こちらは竹の工芸品のお店です。
絨毯のお店とランプのお店が隣同士で並んでいます。ランプ、綺麗ですね。ここに夕焼けだんだんと書いてありました。マンションの建設中でした。夕焼けだんだんは夕焼けの綺麗な時間帯に来るのが良さそうです。階段を上り終わったこの風景が有名な風景です。谷中銀座はレトロな商店街として有名です。昔ながらの風景が残っていると言われています。では、ここから日暮里駅という駅に向かいます。その間にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。名前の読み方が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、ディマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ミリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘア・センションさん、コー・エイケイさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、レイド・ドリームスさん、ヨーキューバックスさん、ニック・ワンダー・ジェムさん、アイリーン・チェンさん、キズナスキーさん、GNG さん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、マーレンさん、ジョナリン、アベさん、パクセヨンさん、コウさん、ジョージヨンさん、ゴースーシェンさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ケイさん、ヤグアピル42さん、コーダー XYL さん、ジャン・ミシェル・バデルさん、チャンモクさん、ギルド・タイズさん、パトリック・キャンフィールドさん、キャメロン・ラッセルさん、サカエル・カワさん、シュレヤ出身さん、アータさん、ホアン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、コーリー・ホッチさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、カシャさん、チョットヨンさん、各局名さん、ケスアーツさん、フェルチさん、イ・スルアさん、セクシー・スノップさん、チェン・ブイエンさん、ムツギ・ミスギさん、バルトボミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、チープ・デビル・ネムさん、サイバーセキュリティ・フロム・スクラッチさん、リーさん、ゾム・フォックスさん、シャヒラ・バヌさん、プシュビスワフ・ニジベツキさん、ニューチャンネルさん、レミデ・ボスさん、クオン・スンヘンさん、ワルター・エール・デケンスさん、ジェシーさん、トリビュートさん、セシルさん、デイビッド DP さん、ラクローイさん、インシク・ベイクさん、ネスタナーさん、ルチウス・シェーンバウムさん、パン・サンミンさん、ノーマ・キャリーさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、SGO さん、マシュー・エドワーズさん、キム・ビョンホさん、静岡ブルースさん、エラリスさん、ユキギツネさん、ラモンさん、ディナ・ラフマワティさん、アーダーさん、ハロ・クレマーさん、パンダロリアンさん、ジョシュア・ファラーさん、イ・キルジンさん、リチャード・ニコラスさん、カウデリー・ムーンさん、ミン・ヤーチェンさん、キム・ジェガーさん、ポルテキストさん、アーニーさん、オッカー・ミャさん、ムー・フイーさん、ダニー・ロスさん、エムリン・ロフトハウスさん、渋井ガールさん、ネルソン・ベントさん、ペブルスさん、KHS5068 さん、ハジマンさん、ヌリ0619さん、スコット・ムーディさん、チョン・ビョンスさん、チョン・ボヨンさん、ルデック・チェルティークさん、マーク・ファルケンベルクさん、ハリツさん、EHJ さん、サイサイさん、ブロックスさん、ムーンスさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、セドリックさん、タムナさん、マーロル123483さん、ラオルイダーさん、エバレット・マグダフィーさん、ソーコールドさん、バラナキッズ TV さん、ダイアン・ランキンさん、フライフライ・ミーダさん、ビッグ・シリアスさん、バルカ・ソティラスさん、ラララさん、ジュース・ホリックスさん、サベラ・ジョンソンさん、ジェイク・ド・ハディスさん、ディランさん、ユン・ジョンフンさん、キム・ジョンウォンさん、コクシネル JP さん、ユルジェ・チェティンジャルさん、ビエナ・ブロブレフスカさん、おはようさん、オフィーリア・チャンさん、ウマペソワ・クアルケルさん、ジョン・ワレックスさん、ロベル・スアレスさん、アラムギル・ホサン・ミヤギ・ムハンマドさん、バイシャリ・アリアさん、スヌアン・シューさん、チャンネルメンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。感謝しています。メンバーシップに入っていない皆さん、ぜひ入ってください。入っていただくと、例えばこの動画の PDF がダウンロードできます。それからワルター・エールデケンスさん、ウィリアム・ダニーさん、メンバーシップの上にスーパーサンクスもありがとうございました。感謝でいっぱいです。またビッグドッグスママさん、ブルースさん、スーパーサンクスありがとうございました。感謝しております。日暮里駅が見えてきました。駅の見た目が素敵です。では電車に乗って家に帰ります。皆さん、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。またね。